HFA783 重装フルアーマーガンダム7号機。一年戦争時代に地球連邦軍が推進した装甲武装強化システム FSWS 計画の一環として開発されたフルアーマーガンダム7号機にセカンドアーマーと呼ばれる増加装甲ユニットを装備させた超重武装仕様形態がこの重装フルアーマーガンダム7号機である。ガンダム7号機に戦艦に匹敵する火力と防御力に加えてモビルアーマークラスの推進力を付与することが開発コンセプトになっており、長距離からの強襲離脱という戦術を基本とする仕様になっている。今回はそんな重装フルアーマーガンダム7号機の解説とベース機となったガンダム7号機フルアーマーガンダム7号機 FSWS 計画の解説を配信していきます。ぜひぜひ最後までご視聴ください。 FSWS 計画。一年戦争末期 RX78 にガンダムの驚異的な戦果に注目した地球連邦軍がガンダムの前身に増加装備を追加し、その攻撃力を戦艦レベルにまで引き上げることを目的に施行した強化計画がこの FSWS 計画である。連邦軍武装システムモビルスーツ汎用武装システムと呼ばれるこの計画は、当初は前述の通りガンダムタイプの攻撃力を向上させることが目的であったため、その機体特性に合わせた増加兵装を開発し装着するというもので、フルアーマーという言葉から重装甲化をイメージしてしまうのだが、実際のところは重武装化を意識して開発されたものであった。ところが敵モビルスーツもそれ相応の高火力化を実現してきたことで、防御力の向上も余儀なくされ、攻防両面に対応した増加兵装の開発が推し進められていくことになる。こうして完成した機体がフルアーマーガンダムやヘビーガンダム、全身にチョガムアーマーを搭載したアレックスフルアーマーガンダム7号機であった。その後基本的に対実対弾に対する防御面が主体であったフルアーマー化はビーム兵器の発達に伴い衰退していくことになるのだが、アナハイムエレクトロニクス社では一年戦争終結後もFSWS 計画の思想を取り入れたモビルスーツ開発計画を実施し、高コスト化を招いてしまうフルアーマー化は主にガンダムタイプといったハイエンドモビルスーツに限定されてしまうのだが、アナハイムエレクトロニクス社製の連邦軍系モビルスーツでは改修策としてジムストライカーやジェガンディ型といった部分的に外装オプションを装備させた簡易装着型の機体が誕生している。またその後のハイエンドモビルスーツに対しては対ビームコーティング処理が施された百式カイアダブルゼータガンダムのフルアーマー化を実現させ、宇宙世紀 O150 年代にはリガミリティアが開発した V2 アサルトバスターといった機体にその影響を与えていくことになる。その一方で地球連邦軍以外の組織では高コストや整備性の悪さからフルアーマー化の開発には消極的で、増加装備で機体を強化するのではなく、基本的にはモビルスーツ自体の重装甲化と重武装化に重きを置いていたと言われている。 RX787 ガンダム7号機。この機体はガンダム4号機から始まる RX78 系列のセカンドロットのうちの1機であり、FSWS 計画によるフルアーマー化を前提に開発されたガンダムタイプモビルスーツである。機動性は宇宙船仕様に改修されたガンダム4号機や5号機を凌駕していると言われており、マグネットコーティングが標準装備されているなど、素体での基本スペックはアレックスに匹敵する。増加装備を搭載するため、機体各部にマウントラッチやサブスラスターが配置され、さらにインターフェース用のオプションポートが備わっているほか、試作型の全天周囲モニターの採用、背部のバックパックにはバーニアが2列に3機ずつ計6機を搭載。この6機のバーニアは個別にコントロールすることが可能となる。本機の開発自体は一年戦争末期に進められていたのだが、設計段階で終戦を迎えてしまったため、基本フレームを残して未完成機となっていた。しかし終戦後の軍縮の煽りを受けながらも開発は続けられ、宇宙世紀 0080末期には起動試験を受けるところまで完成。オーガスタ研究所でのテスト運用や調整を経て、約1年後となる宇宙世紀 0081 9月ファントムスイープ隊に配備され、実戦投入されることになる。このファントムスイープ隊という部隊は PS3 版機動戦士ガンダム戦記に登場する地球連邦軍の遊撃特務部隊であり、パイロットは同部隊の隊長ユーヌクーロが務めた。なおガンダム7号機自体の初出は1981年に発行された空かける戦士たちガンダムセンチュリーとなる。
FA78-3 フルアーマーガンダム7号機。この機体は前述のガンダム7号機に複合増加装備ファーストアーマーを装備させたガンダム7号機のフルアーマー形態である。このファーストアーマーは素体である7号機と同時期に開発されたことから機体への負担が非常に少なく、マッチング適性も良好で、フルアーマー化というよりは強化型モビルスーツとも呼ばれている。また FA78-1 フルアーマーガンダムや FA78-2 ヘビーガンダムに続く FA78-3 の型式番号が与えられているため、フルアーマー3号機という別名も持ち合わせている。ベース機である7号機の出力も少なからず向上しているのだが、ファーストアーマー自体にもサブジェネレーターや多数のサブスラスターを各部に内蔵しており、これによって増加走行に伴う運動性、機動性の低下を補い、強固な走行を装備しつつ、高火力の並走をドライブ可能なジェネレーター出力の確保に成功している。さらに脚部にはスラスターユニットを増設し、背部にはテールスタビライザーを搭載したことで機動性と加速性を飛躍的に向上させている。追加兵装は全部で7種類にも及び、腕部内蔵式のグレネードランチャーとビームスプレーガンに加えて、腕部兵装の上から装着する2連ビームスプレーガン、マイクロミサイル、両脚部に装着された3連ミサイルポッド、胸部装甲に内蔵された4連ミサイルポッド、バックパック右側に装着された背部長距離ビームキャノンを装備。この背部長距離ビームキャノンは、エネルギーキャップ用のサブシステムとアクセラレーターを内蔵しており、一年戦争当時の携行式ビーム兵装の2倍に相当する射程を誇っている。また、標準装備のビームライフルは、7号機専用にカスタマイズされたもので、通常のビームライフルよりも、射程と速射性が向上している。漫画版、機動戦士、ガンダム戦記、0081、水天の涙では、ジオンのスパイが、同機のテストパイロットを務めていたため、事実の隠蔽を図るために、機動補正プログラムがお蔵入りとなっており、操作性が非常に鈍感な状態で実戦に投入。ビグロやリックドムを相手に予想外の苦戦を強いられることになるが、背部長距離ビームキャノンやビームライフルを失いながらも、フルアーマーの重装効果のおかげで大破せずに帰還を果たしている。HFA78-3 重装フルアーマーガンダム7号機。この機体は前述のフルアーマーガンダム7号機に、さらにセカンドアーマーと呼ばれる増加装甲ユニットを装備させた超重武装仕様形態がこの重装フルアーマーガンダム7号機である。一年戦争時代から連なる FSWS 計画における一つの完成形であり、機体の全備重量は 120.8 トンにも及ぶ。このセカンドアーマーは背部にプロペラントタンクを備えた大出力ブースターに加えて、右肩部のメガビームキャノン、両腰部には腰部キャノン砲、セカンドアーマー上方には8連装ミサイルポッド、さらに上半身を覆うほどの巨大な増加装甲によって構成されており、爆発的な加速力と戦艦に匹敵する大火力、防御力を獲得。ところが、こんなとんでもない仕様の機体が、0081時代に実戦用として完全に機能するはずもなく、大出力スラスターを増設させたところで、機動性は高いものの、運動性能は非常に低く、モビルスーツ同士の近接格闘戦には対応できないなど、このクラスの機体が格闘戦をこなすには、ゼータガンダム時代まで先のことである。まさに、機動砲台と呼べる代物となっており、実際の運用は、主に、長距離からの砲撃、強襲、離脱を基本戦術とする。中距離では、セカンドアーマーをパージし、フルアーマーガンダム7号機による戦闘、近距離ではファーストアーマーをパージし、ガンダム7号機による近接格闘戦を仕掛ける戦術を取る。漫画版では、前述のフルアーマーガンダム7号機と同様、機動補正プログラムの修正もできていない状態で出撃。敵の集中砲火を浴びながらも、メガビームキャノンと腰部キャノン砲による同時放射によって、無細球を一撃で撃沈させている。余談ではあるが、機動戦士ガンダム0083リベリオンでは、セカンドアーマーをガンダム試作1号機に流用させた重装フルアーマーバーニャンという機体が誕生している。また、重装フルアーマーガンダム7号機は、ミッシングモビルスーツバリエーションにおいて、大河原邦夫先生がデザインしたもので登場しているが、PS3 版機動戦士ガンダム戦記では、加藤木はじめ先生によってリファインされた機体が採用された。以上、重装フルアーマーガンダム7号機の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、
高評価よろしくお願いします。